れを録音している今日は2025年5月18日日曜日。こんにちは。日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマはご近所トラブル。ご近所トラブルっていう言葉聞いたことあるかな？ご近所は neighborhood。自分の家から近いところに住んでいる人のこと。さんをつけてご近所さんっていうこともあるかな。そしてトラブルは trouble。ご近所トラブル。私、最近生まれて初めてご近所トラブルを経験したの。しかも日本じゃなくて韓国で。今私は韓国ではマンションに住んでいるんだけど、1ヶ月ぐらい前から朝の5時とか6時くらいに上の階からジャンプしたり走ったりする音が聞こえて、うるさいから起きちゃって、そこから眠れない。2、3ヶ月前はなかったんだよね。ここ1ヶ月ぐらいでひどくなって、多分子供っていうか絶対子供なんだけど、大きくなったから走ったりし始めたんだろうね。どんどんする音。ジャンプしたり壁やドアを叩く時の音をどんどんって言うんだけど、どんどんジャンプする音、そしてバタバタ走る音。走る時の音がうるさい様子はバタバタって言うんだけどね。どんどんジャンプする音、バタバタ走る音がひどくなっていって、最初は子供のことだからしょうがないし、あんまり言いたくないじゃん。あんまりご近所さんと揉めたくない。揉めるは喧嘩すること、小さい喧嘩のこと。あまり揉めたくないから我慢してたの。そんな日が結構何週間か続いて、私普通は7時間寝たいのね。普通は夜12時くらいに寝て7時に起きるのがベスト。いい感じなんだけど、5時とかに起こされたら当然睡眠不足になるよね。毎日5時間くらいしか眠れない日が続いて、本当に疲れちゃって、もちろん自分で対策を考えて、今までは12時に寝てたけど、5時に起きるならもっと早く寝なきゃいけないって思って、10時とか11時に寝るように頑張ったりとかして、日本語の授業もさ、今までは夜11時までしてたんだけど、日本語のオンラインレッスンね、してたんだけど、それも10時までにして、授業が終わったらすぐ寝るみたいな。でもやっぱり急に生活習慣、ルーティーンを変えるのって
すごく難しくて、どんどん疲れてしまって、ある日、午前中に授業をしてた時にね、ある生徒さんに、先生、疲れてますかって言われて、私、そのこと眠れないとか何も言ってなかったんだよ。だから本当に顔がやばかったんだと思う。オンラインレッスンだからね、直接会ってなくて、パソコンの画面から見てもわかるくらい顔がやばかった。疲れてたんだと思う。でね、夫は私より大丈夫なの。耳栓、イヤープラグをすれば大丈夫って言っていて、私は耳栓をしても寝ている間に耳栓が取れちゃうからあんまり意味なくて、夫より私の方が寝不足、睡眠不足な状態だったのね。でも少し前からだんだん音が大きくなってきて、あとは朝だけじゃなくて夜遅い時間、夜の12時とか1時とかになってもどんどんする音がし始めたの。そしてプラス泣き声、子供のすごい泣き声が聞こえ始めて、結構ね叫ぶような泣き声が聞こえて、ついに夫が、これはもう一度言わなきゃいけないって言って、上の階の人に電話をかけたの。電話って言っても、上の人の携帯電話に直接電話したわけじゃなくて、知らないからね、上の人。韓国のマンションにはインターホンでマンションの他の部屋の人に電話がかけられるんだよね。何号室、部屋の号数で電話がかけられる。それで電話したんだけど、出ないの。どんなに鳴らしても出なくて、だって絶対いるんだよ。声も音もするから絶対いるのに電話に出ないの。え、なんで？いないふり？怒られるって思って出ないってこと？いないふりしてるってこと？そんな子供みたいなことする？怖くない？怖いよね。で、しょうがないから管理室に電話をかけて、上の人がもう何日もずっとうるさくて電話をかけたけど出ないんです。管理室からも電話してくれませんかってお願いしたのね。で、その後すぐに管理室から電話がかかってきて、やっぱり出ませんって。じゃあもしかしたらすぐ上の家じゃなくて、上の横の家、上の隣の家、斜め上から音がしてるのかなとか考えて、でもそれもう夜中の1時半とかだったから、どうしよう。もう私と夫ソファーの上でゾンビみたいになって、どうしようって。そしたらその時また子供の泣き声がし始めたの。で、夫がソファーから突然立ち上がって、これはもう行かなきゃいけない。直接確かめるって言って、
見に行ったの。私は家で待ってたんだけど、10分くらいかな？ 10 分くらいして、夫が帰ってきたのね。そしたら、まず一つ上の階に行くでしょ？で、ドアの前に立ったんだけど、声があまり聞こえなかったんだって。泣き声が小さく聞こえたんだって。小さくて変だなって思って、もう一つ上の階に行ったんだって。そしたら、音がすごく大きく聞こえたんだって。で、夫は、あ、ここだって思ってピンポンしたんだって。そしたらドアが開いて、中からお父さんがすみませんって謝ったんだって。夫が何か言う前にね、もうドアが開いた瞬間、すみませんって言いながら出てきたんだって。だから夫もそんなに強くは言えないから、まあ子供のことだからしょうがないと思うけど、夜中の1時とか朝の5時とかに走ったりジャンプしたりするのはできればやめてくださいってお願いして帰ってきたの。で、私たちが一番びっくりしたことは、私がこの1ヶ月くらい苦しんだ音がすぐ上の階じゃなくて2階上からだったっていうこと。こんなに大きい音、どんどんする音、バタバタする音がこんなに大きいのにすぐ上じゃないの？ 2 階上なの？そんなことある？じゃあ一つ上の階の人は私たちよりももっとうるさいわけでしょ？どうやって生活してるの？どうやって我慢してるのって思って、その日はね、一つ上の階の人は家にいなかったわけだけど、それは電話しても出ないよね。でもうるさいのはその日だけじゃないから、普段どうしてるの？私たちよりももっとうるさいのにどんなに大変だろうって思って、その日はどこの家がうるさいかっていうのは分かったんだけど、新しい謎が一つできた。でね、これまだ終わらないの。その後も状況は変わらなかったんだよね。相変わらず朝早い時間うるさくて、で、ついにその次の週かな？ 1 週間後くらいの日曜日、休みの日ね。夫も仕事が休みだし、遅くまで寝られるっていう時に、朝6時くらいかな、どんどんバタバタ聞こえて、私も夫も起きちゃって、で、私は知らなかったんだけど、夜中の1時半くらいに泣き声も聞こえて、夫は夜中も起きたんだって。だから、ああ、これはまた言わなきゃダメだって思って、夫が電話したの。今度はもうどこの部屋の人か分かってるからね。
2階上の部屋番号をちゃんと押して電話をかけたの。そしたら同じお父さんが出て、夫が休みの日なのにちょっと早すぎます。もうこの1ヶ月私たち普通の生活ができていません。睡眠時間が短くなっておかしくなりそうですって言ったのね。そしたらお父さんはその時子供と違う部屋で寝てたみたいで、子供が走ったりジャンプしたりしているのを知らなかったみたいなのね。で、夫が昨日の1時も泣き声で起きたんですって言ったら、お父さんが昨日は家にいなかったから違うはずです。うちじゃありませんって言ったんだって。だから夫は、ああ、じゃあ泣き声はこちらの誤解かもしれません。もしかしたら他の家からの声かもしれませんねって言って、でも今のバタバタどんどんする音は確かだから、マット敷いてますよね。マットを二重に敷く、マットを2つ敷くとか、そういうことをしてください。どうにか対策をしてくださいって言ってお願いして電話を切ったの。韓国ではマンションで子供がいる家はマットを敷くのが常識みたいになってるのね。衝撃とか音を吸収する厚いマットあるじゃん。あれを敷くことが当たり前のルールになっていて、例えばエレベーターに注意のポスターが貼ってあって、そこには建物の中は禁煙、ベランダでタバコを吸わないで、夜遅くに大きい声で話さないで、夜遅くにテレビの音、音楽を大きくしないで、と同じように小さい子供がいる家は必ず厚いマットを敷いてって書いてあるのね。だから普通はマットを敷いてるはずなんだよね。で、電話を切った夫は夜中の1時の泣き声が違うってどういうこと？絶対いつもと同じ鳴き声だったんだけど、しかも今から5時間ぐらい前のことなのに家にいなかったってこと？おかしくないってちょっとってなって、夫はまた寝たのね。でも私は起きちゃってもう眠れないから一人で、せっかくの日曜日なのに6時に起きて一人でパソコン開いてさ、コーヒー飲んで YouTube でも見るかって一人で過ごしていたのね。そしたらピンポーンってなって、誰か来たので、速攻で夫を起こして、あ、絶対2階上の人だって思って、で夫が出たのね。そしたらやっぱりさっき電話で話したばかりの2階上のお父さんで、本当にすみませんってお菓子を持って謝りに来てくれて、多分電話の後お店が開くのを待って
買いに行ってくれたんだろうね。夫は最初は「あ、結構です、いらないです」って断ったんだけど、いや、せっかく今買ってきたので受け取ってくださいって言うから受け取ったんだけど、そしたらさっき電話で1時にいなかったって言ったけど、昼間の1時かと思った。昼間の1時はいなかったけど、夜中の1時、その時から6時間ぐらい前の夜中の1時はいた。で、自分は一人で違う部屋で寝ていたからわからなかったけど、妻に聞いたら1時にかなり大きい声で泣いたようです。すみませんでしたって。で、夫は、まあでも泣き声はしょうがないです。でも朝早く5時とか6時、夜遅く12時とか1時にバタバタ走ったり、どんどんジャンプするのは本当に辛いです。もう私たち日常生活が送れない状態ですって言ったら、なんとその人たちマットを敷いてないんだって。そりゃうるさいよ。でもそれには理由があって、一つ下の階、つまり私たちのすぐ上、一つ上の階は空き部屋なんだって。誰も住んでないの。で、お父さんたちはそれを知っているから、下の階誰も住んでないからマット敷かなくてもいいやって思ってマットを敷いてなかったんだって。私たち超納得。すぐ下の人たちいなかったんだよ。2階下でこんなにうるさいんだから、すぐ下の人たち耐えられるわけないもん。いなかったんだよ。で、さらに誰も住んでないってことは、部屋の中に何もないってこと。家具とかも当然ない。で、何もない場所って音が響くでしょ。ホールとか体育館とかもそうだけど、まあ普通の部屋でもね、何もなければ音が響いて声も大きくなるじゃん。だから2階上の音が1階上で響いてもっと大きくなって私たちの部屋に聞こえたってこと。もう超納得だよね。しかもマット敷いてないから、そりゃ音大きいはずだよ。でもね、すごく嬉しい情報があって、そのお父さんたち、その家族、もうすぐ引っ越すんだって。もう超嬉しい。やっと普通の生活が送れる。そう思ったら、この睡眠不足にも耐えられる。我慢できる。でね、お父さんが、でも、引っ越すまでも気をつけます。マットを敷くようにします。本当にすみませんでしたって言ってくれて帰ったんだけど、私と夫は、まあ、もうすぐ引っ越すって言うし、お菓子までいただいちゃったから、これからはちょっとうるさくても我慢しようって思って、だから今もね、今日も朝6時半ぐらいからうるさかったけど我慢してる。
今日も寝不足だけど、あと何週間か我慢したら寝られるようになるはずだから我慢してる。これが私が生まれて初めて経験したご近所トラブルの話。こういうのって国によって解決の仕方違うよね。お菓子、お菓子って言ってもスナック菓子、プリングルスとかのお菓子じゃなくて、ちゃんとした箱に入ったケーキだったんだけど、よくお土産に渡すようなケーキね。そういうお菓子を持って謝りに行くとかって日本も同じような文化があるんだけどね、欧米、アメリカとかカナダ、ヨーロッパでは多分ないよね。あと日本ではたまにニュースでご近所トラブルあるのね。こういう小さいご近所トラブルから本当に大きい喧嘩になっちゃって事件にまでなる、そんなニュースがあったりするんだよね。だからできるだけ喧嘩したくないっていう思いがあるんだけど、今回はね、お父さんもいい人だったし無事に終わったんだけど、まだ終わってないか、終わると思うんだけど、みんなはご近所トラブル経験したことあるかな？ぜひ教えてね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。さようなら。